皆さんこんにちは。今日は将棋盤の上に並ぶたくさんの駒の中からたった一つ飛車という駒に光を当ててみたいと思います。一見すると少し地味な存在かもしれません。でもこの小さな駒には私たちが知らない本当に奥深い物語が隠されているんです。一緒にその世界を少し覗いてみることにしましょうか。さて、まず最初にこんな素朴な疑問から始めてみたいんです。飛車。文字通りに読むと香りの車ですよね。戦いのための盤上にある駒がどうしてまるで香水とかお香のようなそんなバギャな名前を持っているんでしょうか。不思議に思いませんか？この謎こそが今日の物語のすべての始まりなんです。まずはご存知の方も多いと思いますが、飛車の基本的な性質から確認しておきましょう。この駒のルールは本当に驚くほど単純なんですよね。自分のいるマスから前へまっすぐ、盤の端までどこまでも進むことができる。ただそれだけなんです。横にも動けない。そして何よりも後ろに下がることが一切できない。この後戻りできないという絶対的なルールが飛車という駒の個性、その全てを形作っているんですね。そのまっすぐな動き、そして細長い駒の形からですね、将棋を指す人たちの間では親しみを込めて槍、つまり武器の槍と呼ばれています。敵の陣地をまっすぐ突き刺すように進んでいく様子はまさに槍そのもの。戦いの道具として考えるとこれ以上ないくらいしっくりくる相性ですよね。でもここからがこの話の面白いところなんです。槍という愛称はその働きからしてとてもわかりやすい。ではどうして正式な名前は武器とは全く結びつかない飛車なのでしょうか。この駒に香りという言葉が与えられたその理由、それをこれから一緒に探っていきましょう。もう一度この漢字をじっくりと見てみましょう。飛車。文字通りの意味は香りを運ぶ乗り物ということになります。攻撃的な槍というイメージとは全く反対の、なんだかとても優雅で詩的な響きがありませんか？このギャップにこそ実は将棋というゲームが持つ長い歴史の深みが隠されているんですね。実はその答えは戦場にあるのではなくて、ずっと昔平安時代の貴族たちが愛した宝物の中にありました。その謎を解く鍵として五法説という有力な説が一つあるんです。これは将棋の主な駒が当時の人々にとっての宝物に見立てられて名付けられたんじゃないかという考え方なんですね。こちらがその説をまとめたものなんですけどね、一つずつ見ていきましょうか。まず、玉将は王様の象徴である玉、つまりは美しい宝石のことです。そして金将と銀将は、これはもうそのままですね。貴金属の金と銀。そしてね、面白いのがこの桂馬。これは肉桂、つまりシナモンのことだと言われています。今でこそ私たちにとって身近なスパイスですけど、当時は遠い国から運ばれてくる非常に貴重な香辛料で薬としても大切にされていたんですね。そして今日の主役である香車。これは香木、つまりシナモンや鎮香といった仏教の儀式や貴族の優雅な暮らしに欠かせなかった大変高価な香りのする木を指しているんです。つまり香車は武器ではなく大切な香りを運ぶための優雅な乗り物だったというわけなんですね。こうして見てみると、香車が持つ2つの顔がはっきりと見えてきますよね。一つは香車という平安貴族の文化から生まれた優雅で高貴な香りの車としての顔。そしてもう一つは盤上の戦士として敵をまっすぐに貫く槍としての攻撃的で武骨な顔です。この二面性を持つことこそが香車の最大の魅力なのかもしれません。ちなみにこれは余談になりますが、将棋が海外に紹介されるとき、この香車はランス、つまり騎兵が使う長い槍と英訳されました。これはインセンスチャリオット、つまり香りの車と訳すよりも、ゲームの駒としての働きが直感的に伝わるだろうという配慮からだったんですね。元の名前が持っていた文化的なニュアンスは少し失われてしまいましたが、ゲームとしては分かりやすい判断だったのかもしれませんね。さて、ここからは香車のもう一つの顔、武器としての槍の側面に今度は焦点を当ててみたいと思います。実際の対局の中で
この駒は一体どんな風に使われるんでしょうか？顔車を使った攻撃には非常にユニークで、その情景が目に浮かぶような名前の戦法がいくつもあるんです。例えば、この弱刺し。これは盤の端の一点をめがけて飛車や桂馬、そして顔車の攻撃力をギュッと集中させる戦法です。その様子が弱がくちばしで餌をついばむ姿に似ていることからこう名付けられました。そしてもう一つが田楽刺し。これはお味噌を塗って串に刺したお豆腐の田楽のように、敵の王様と飛車といった価値のある駒を顔車で一直線に串刺しにしてしまう。想像するだけで何とも恐ろしい手筋ですよね。どちらも顔車のまっすぐな力を最大限に生かした美しいとさえ言える攻撃なんです。将棋には駒の効果的な使い方を短い言葉で伝える格言というものがたくさんあります。講射に関する最も有名な格言がこれですね。顔は下段から打て。これは手持ちの講射を盤の上に置くときは、できるだけ自分の陣地の一番後ろ、つまり下段に置きなさいという意味なんです。なぜなら、一番後ろから打つことで、その射程距離が最も長くなって、盤の端から端までを睨むすごく強力な脅威になるからなんですね。単純な言葉ですけれど、非常に奥深い教えです。さて、ここまで講射の名前の由来、そしてゲームの中での役割を見てきました。しかし、この小さな駒の物語はまだここで終わりじゃないんです。実は講射には将棋盤を離れた場所で果たしているもう一つのとても大切で、そして優しい役割があるんですよ。これを聞くと驚かれるかもしれませんね。将棋の戦いの駒である講射が、実は古くから安産のお守りとして人々の間で深く大切にされてきたんです。この風習が特に有名なのが、栃木県にある日光山輪王寺というお寺です。ここには安産を願う人々から奉納されたたくさんの講射の駒が今も収められています。そしてこの場所で講射の持つ最大の欠点が、美しい祈りらとその姿を変えるんです。思い出してみてください。講射は前にしか進めず、決して後戻りができません。将棋のゲームの中では、これは時に致命的な弱点にもなります。しかし、お産が起こるにおいては、この性質が赤ちゃんが運動をまっすぐ、後戻りすることなく、無事に生まれてきますように、という切実な願いの象徴となるのです。欠点が最大の長所に変わる。本当に素晴らしい発想の転換ですよね。この美しい風習は今も続いています。まず、出産を控えた女性がお寺を訪れて、そこに奉納されている講射の駒を一体お借りするんですね。そしてそれを家に持ち帰り、安産を願って大切にお祭りします。やがて無事に赤ちゃんが生まれた後、借りていた駒に感謝の気持ちとして新しい講射の駒を一つ添えてお寺にお返しする。こうして人々の祈りの輪がまた次の世代へと静かにつながっていくのですね。講射。それは香木という優雅な宝物の名前をその身に宿し、盤の上では槍として敵を貫き、そして盤を離れれば新しい命の誕生を願うお守りとなる駒。コウモドリできないというたった一つの性質が場面によっては弱点にもなり、そして力強い祈りにもなるのです。この小さな木の駒の一つ一つに、日本の文化が持つ奥深さと人々の優しい願いが静かに込められているのかもしれないですね。